どうも、ベトナム在住の浮吉です。このスーパーカブね、ここのカバーつけたらちょっと割れてしまったんでね、直していきたいと思います。これが割れた部品ですね。ちなみに今ね、お隣さんが建て替えになったんで、かなり工事の音がうるさいですけど、まあまあやっていきましょう。それとね、これって先日組み上げた時に最初カチャカチャ音が出て、私もびっくりしたんですけども、こいつね、クランクケース向こう側なんですけど、なんだっけ、カムチェンテンショナー、横からねオイル注入できないタイプなんで、それでね中にオイルが溜まるまでカチャカチャ言ってるだけで問題はありませんでした。今もう80キロぐらい走ったのかな。音は出てないですね。後でちょっと音はエンジン音は、取ってみようかな。じゃあ作業開始ですけども、南家さんちゃんと今回はシール映るように取ってますよ。じゃあまず取り外し。これですね、こっちか。でこいつはね、ここもちょっと割れちゃってるんですよ。何かっていうとね、これここにブレーキワイヤーが通ってて、左手でねリアブレーキかけれるようにしてるんで、ちょっとケーブル当たってるとこ割れちゃいましたね。一応割れないようにね、ここに分厚いワッシャーとかを入れておいたんですけど、まあまあここも少し切っちゃえばいいのかな。取り外しました。ちょっと工事の音がねすごいうるさくなってきたけど、まあまあやっていきましょう。これ自身はねかなり安物でねすぐに割れちゃうんですけどね、なんせさっきも紹介したねステッカー、南家さんとか水戸阪カブ、あと土屋自動車さんですね、他にもね、ステッカー貼ってあるんで、まあまあこれをね直していきたいと思います。それでだ、今回もねハンダゴテ映ってんのかな、こいつですね。これで溶かしてやっていくんですけども、こいつね先端はもうこういう補修専用にね叩いて潰してます音がすごいな。まあまあいいや。で今まで私ねこういう銅の線をね切って混ぜ込んでたんですけども、先日ネットでねホッチキスの玉をね溶かし込んでるのを見て、こっちの方が綺麗にできそうなんでね、ちょっと今回はそのやり方でやっていきたいと思います。いやいやいや、説明する動画はつらいな。ここもね折れちゃってましたね。まずは仮付けなんだ。こんな感じでいいんじゃないかい。いや音がすごいとりあえずねこの表側も直していきます。こっち側ですね。
一応ね埋め込めませた。埋め込めなんだ日本語が出てこない。埋め込ますことができました。さあ、じゃあこれね、上からこの結束バンドを溶かしてね、なだらかにしていきます。あんまり綺麗にならんかな。で、このケーブルのとこ溶かしておこう。これ最後の1個がうまくいかない。片方埋め込むと反対がね浮いていっちゃうんですよ。まあとりあえずいったかな。あとはこれで埋めちゃおう。これでいいんじゃないかな。実はね今までこれ使ってて、なんでホッチキスの玉使いたかったかっていうと、これね実は柔らかくって溶かしていくとね、めり込んだ時にあっちこっち浮いてきて、それをしまうのが大変なんですよ。でホッチキスの玉の方がね最後の1個の前まではうまくいってたんですけど、最後は苦しみましたね。まあでもこれの方がやりやすいのかな。あとはちょっと平らにします。導線入れるとね、この作業してる時にピンピン出てきて大変だったんですよ音が。よし、こんなもんでいいや。とりあえずねできました。今日ね本当はエアクリーナーの方の作業もしようと思ったんだけど、ちょっと音がうるさすぎてねちょっと動画にならないんで、今日はこれで終わりにしちゃいます。ちょっとかぶせるだけかぶせてみようかな。まあまあいけるね。とりあえずね今日はここまでです。それではまた。